あはははははは。ああ、いやいや、失敬失敬。決して笑うつもりではなかったのですけれど、君はあまり真面目だもんだから。明智は弁解するように言った。君の考えはなかなか面白いですよ。僕は君のような友達を見つけたことを嬉しく思いますよ。しかし、惜しいことには、君の推理はあまりに外面的で、そして物質的ですよ。例えばですね、僕とあの女との関係についても、君は僕たちがどんな風な幼馴染だったかということを内面的に心理的に調べてみましたか？僕が以前あの女と恋愛関係があったかどうか、また現に彼女を恨んでいるかどうか、君にはそれくらいのことが推察できなかったのですか？あの晩、なぜ彼女を知っていることを言わなかったか。そのわけは簡単ですよ。僕は何も参考になるような事柄を知らなかったのです。僕はまだ小学校へも入らぬ自分に彼女と別れたきりなのですからね。もっとも最近偶然そのことが分かって2、3度話し合ったことはありますけれど。では、例えば指紋のことはどういうふうに考えたらいいのですか？君は僕があれから何もしないでいたと思うのですか？僕もこれでなかなかやったのですよ。D 坂は毎日のようにうろついていましたよ。ことさらに古本屋へはよく行きました。そして主人を捕まえていろいろ探ったのです。細君を知っていたことはその時打ち明けたのですが、それがかえって便宜になりましたよ。君が新聞記者を通じて警察の模様を知ったように、僕はあの古本屋の主人からそれを聞き出していたんです。今の指紋のこともじきにわかりましたから、僕も妙に思って調べてみたのですが、笑い話ですよ。電球の線が切れていたのです。誰も消しやしなかったのですよ。僕がスイッチをひねったために火がついたと思ったのは間違いで、あの時慌てて電灯を動かしたので、一度切れたタングステンが繋がったのですよ。スイッチに僕の指紋だけしかなかったのは当たり前なのです。あの晩、君は障子の隙間から電灯のついているのを見たと言いましたね。とすれば、電球の切れたのはその後ですよ。古い電球はどうもしないでも一人でに切れることがありますからね。それから犯人の着物の色のことですが、これは僕が説明するよりも、彼はそう言って、彼の身辺の書物の山をあちらこちら発掘していたが、やがて一冊の古ぼけた洋書を掘り出してきた。君、これを読んだことがありますか？ミュンスターベルヒの心理学と犯罪という本ですが、この錯覚という章の冒頭10行ばかり読んでごらんなさい。私は彼の自信ありげな議論を聞いているうちに、だんだん私自身の失敗を意識し始めていた。で、言われるままにその書物を受け取って読んでみた。そこにはだいたい次のようなことが書いてあった。かつて一つの自動車犯罪事件があった。法廷において真実を申し立てる旨宣誓した証人の一人は、問題の道路は全然乾燥して埃立っていたと主張し、今一人の証人は雨降りの挙句で道路はぬかるんでいたと宣言した。一人は問題の自動車は徐行していたとも言い、他の一人はあのように速く走っている自動車を見たことがないと述べた。また前者はその村道には2、3人しかいなかったと言い、後者は男や女や子供の通行人がたくさんあったと陳述した。この両人の証人は共に尊敬すべき紳士で、事実を極弁したとて何の利益があるはずもない人々だった。私がそれを読み終わるのを待って、明智はさらに本のページを繰りながら言った。これは実際あったことですが、今度はこの商人の記憶という章があるでしょ。その中ほどのところにあらかじめ計画して実験した話があるのですよ。ちょうど着物の色のことが出てますから面倒でしょうが、
まあちょっと読んでごらんなさい。それは左のような記事であった。一例を挙げるならば、おととし、ゲッティンゲンにおいて、法律家、心理学者及び物理学者よりなる、ある学術上の集会が催されたことがある。したがって、そこに集ったのは、皆、綿密な観察に熟練した人たちばかりであった。その町には、あたかもカーニバルのお祭り騒ぎが演じられていたが、突然、この学術的な会合の最中に、戸が開かれて、けばけばしい衣装をつけた一人の道化が、狂気のように飛び込んできた。見ると、その後から一人の黒人が手にピストルを持って追っかけてくるのだ。ホールの真ん中で彼らは形見代わりに恐ろしい言葉を怒鳴り合ったが、やがて道化の方がばったり床に倒れると、黒人はその上に踊りかかった。そして、ボンとピストルの音がした。と、たちまち彼らは二人ともかき消すように部屋を出て行ってしまった。全体の出来事が20秒とはかからなかった。人々は無論非常に驚かされた。座長の他には誰一人、それらの言葉や動作があらかじめ予習されていたこと、その光景が写真に撮られたことなどを悟ったものはなかった。で、座長が、これはいずれ法廷に持ち出される問題だからというので、全員各自に正確な記録を書くことを頼んだのは、極く自然に見えた。黒人が頭に何もかぶっていなかったことを言い当てたのは、40人のうちでたった4人きりで、他の人たちは山高帽子をかぶっていたと書いたものもあれば、シルクハットだったと書くものもあるというありさまだった。着物についても、あるものは赤だといい、あるものは茶色だといい、あるものは島だといい、あるものはコーヒー色だといい、その他いろいろ様々な色合いがかのために説明せられた。ところが黒人は実際は白ズボンに黒の上衣を着て大きな赤のネクタイを結んでいたのだ。ミュンスターベルヒが賢くも切羽した通り、と明智は始めた。人間の観察や人間の記憶なんて実に頼りないものですよ。この例にあるような学者たちでさえ服の色の見分けがつかなかったのです。私があの晩の学生たちは着物の色を見違えたと考えるのが無理でしょうか。彼らは何者かを見たかもしれません。しかしその者は坊島の着物なんか着ていなかったはずです。無論僕ではなかったのです。格子の隙間から坊島の翼衣を思いついた君の着眼はなかなか面白いには面白いですが、あまりおあつらえ向きすぎるじゃありませんか。少なくともそんな偶然の符号を信じるよりは、君は僕の潔白を信じてくれるわけにはいかぬでしょうか。さて最後に、蕎麦屋の便所を借りた男のことですがね。この点は僕も君と同じ考えだったのです。どうもあの朝日屋の他に犯人の通路はないと思ったのですよ。で、僕もあそこへ行って調べてみましたが、その結果は残念ながら君と正反対の結論に達したのです。実際は便所を借りた男なんてなかったのですよ。読者もすでに気づかれたであろうが、明智はこうして証人の申し立てを否定し、犯人の指紋を否定し、犯人の通路をさえ否定して、自分の無罪を証拠立てようとしているが、しかしそれは同時に犯罪そのものを否定することになりはしないか。私は彼が何を考えているのか少しもわからなかった。で、君は犯人の見当がついているのですか？ついてますよ。彼は頭をもじゃもじゃやりながら答えた。僕のやり方は君とは少し違うのです。物質的な証拠なんてものは解釈の仕方でどうでもなるものですよ。一番いい探偵法は心理的に人の心の奥底を見抜くことです。だが、これは探偵者自身の能力の問題ですがね。ともかく、僕は今度はそういう方面に重きを置いてやってみましたよ。
最初僕の注意を引いたのは、古本屋の細君の体中にある生傷のあったことです。それから間もなく、僕は蕎麦屋の細君の体にも同じような生傷があることを聞き込みました。これは君も知っているでしょ。しかし、彼女らの夫はそんな乱暴者でもなさそうです。古本屋にしても蕎麦屋にしてもおとなしそうな物分かりのいい男なんですからね。僕はなんとなくそこにある秘密が複在しているのではないかと疑わないではいられなかったのです。で、僕はまず古本屋の主人を捕らえて、彼の口からその秘密を探り出そうとしました。僕が死んだ細君の知り合いだというので、彼もいくらか気を許していましたから、それは比較的楽にいきました。そして、ある変な事実を聞き出すことができたのです。ところが、今度は蕎麦屋の主人ですが、彼はああ見えてもなかなかしっかりした男ですから、探り出すのにかなり骨が折れましたよ。でも、僕はある方法によってうまく成功したのです。君は心理学上の連想診断法が犯罪捜査の方面にも利用され始めたのを知ってるでしょ。たくさんの簡単な刺激語を与えて、それに対する嫌疑者の関連連合の知足を図る、あの方法です。しかし、あれは必ずしも心理学者の言うように、犬だとか家だとか川だとか簡単な刺激語には限らないし、そしてまた常にクロノスコープの助けを借りる必要もないと僕は思いますよ。連想診断のコツを悟った者にとっては、そのような形式は大した必要ではないのです。それが証拠に、昔の名判官とか名探偵とか言われる人は、心理学が今日のように発達しない以前から、ただ彼らの天秤によって知らず知らずの間に、この心理的方法を実行したではありませんか。大岡越前の神なども確かにその一人ですよ。小説で言えば、ポーのル・モルグの初めに、デュパンが友達の体の動き方一つによって、その心に思っていることを言い当てるところがありますね。ドイルもそれを真似て、レジデントペイシェントの中で、ホームズに同じような推理をやらせますが、これらは皆、ある意味の連想診断ですからね。心理学者のいろいろの機械的方法は、ただこうした天秤の洞察力を持たぬ凡人のために作られたものに過ぎませんよ。話が脇道に入りましたが、僕はそういう意味で蕎麦屋の主人に対して一種の連想診断をやったのです。僕は彼にいろいろの話を仕掛けました。それも気わくつまらない世間話をね。そして彼の心理的反応を研究したのです。しかし、これは非常にデリケートな心持ちの問題で、それにかなり複雑してますから、詳しいことはいずれゆっくり話すとして、ともかくその結果、僕は一つの確信に到達しました。つまり、犯人を見つけたのです。しかし、物質的な証拠というものは一つもないのです。だから、警察に訴えるわけにもいきません。よし、訴えても、おそらく取り上げてくれないでしょう。それに、僕が犯人を知りながら手をつかねて見ているもう一つの理由は、この犯罪には少しも悪意がなかったという点です。変な言い方ですが、この殺人事件は犯人と被害者と同意の上で行われたのです。いや、ひょっとしたら被害者自身の希望によって行われたのかもしれません。私はいろいろ想像を巡らしてみたけれど、どうにも彼の考えていることが分かりかねた。私自身の失敗を恥じることを忘れて、彼のこの奇怪な推理に耳を傾けた。で、僕の考えを言いますとね、殺人者は朝日屋の主人なのです。彼は在籍をくらますために、あんな便所を借りた男のことを言ったのですよ。いや、しかし、それは何も彼の草案でも何でもない。我々がしたようなものですからね。それに、彼は僕たちを刑事かなんかと思い違えていたのです。では、彼はなぜに、
殺人罪を犯したか、僕はこの事件によって上辺は極めて何気なさそうなこの人生の裏面にどんなに意外な陰惨な秘密が隠されているかということをまざまざと見せつけられたような気がします。それは実にあの悪夢の世界でしか見出すことのできないような種類のものだったのです。朝日屋の主人というのはサード教の流れを組んだひどい残虐式乗者で、なんという運命のいたずらでしょう。一軒置いて隣に女のマゾフを発見したのです。古本屋の細君は彼に劣らぬ飛脚式乗者だったのです。そして彼らはそういう描写に特有の巧みさを持って誰にも見つけられずに貫通していたのです。君、僕が合意の殺人だと言った意味がわかるでしょう。彼らは最近まではおのおの正当の夫や妻によってその病的な欲望をかろうじて満たしていました。古本屋の細君にも朝日屋の細君にも同じような生傷のあったのはその証拠です。しかし彼らがそれに満足しなかったのは言うまでもありません。ですから目と鼻の近所にお互いの探し求めている人間を発見したとき、彼らの間に非常に敏速な了解の成立したことは想像に難くないではありませんか。ところがその結果は運命のいたずらが過ぎたのです。彼らのパッシブとアクティブの力の合成によって筐体が全時倍化されていきました。そしてついにあの夜、この彼らとても決して願わなかった事件を引き起こしてしまったわけなのです。私は明智のこの異様な結論を聞いて思わず身震いした。これはまあ、なんという事件だ。そこへ下のタバコ屋のおかみさんが夕刊を持ってきた。明智はこれを受け取って社会面を見ていたが、やがてそっとため息をついていった。ああ、とうとう耐えきれなくなったと見えて自首しましたよ。妙な偶然ですね。ちょうどそのことを話していた時にこんな報道に接しるとは。私は彼の指さすところを見た。そこには小さい見出しで10行ばかり、蕎麦屋の主人の自首した旨が記されてあった。